児玉会はシロアリの防除施工を行う会社が集まった全国組織です。今年は結成から51年目を迎えました。結成当初から住宅がシロアリ被害に遭わないように事前にシロアリ対策を施す予防にこだわってまいりました。この活動は住宅のシロアリ被害発生を抑え、お住まいの方々に安心していただく活動といえます。本日、シロアリの生態や被害、防除について説明させていただき、その上でシロアリ予防と環境について、また自然界のシロアリの活動について考えてみたいと思います。そうしましたら、私の方から、シロアリの生態について、お話ししたいとそのように思います。シロアリというのは外でよく見かける黒いアリの仲間と思っていませんでしょうか。実は全く違う生き物なのです。そうなんですね。私は黒いアリとシロアリ見分けがつきませんが、てっきり黒いアリが黒いアリと白いアリは別のものではないと思ってたんですが、はい、実は全く違う生き物でございまして、シロアリの体の、シロアリの羽アリと通常のアリの羽アリを2つ並べて、違いを書いてはおるんですけれども、図のようにいろいろ違いはございますが、大きく違うのがシロアリと黒アリの決定的な違いというのは体の作りに、なっております。上の方がシロアリの羽アリなんですけれども、シロアリというものは、頭と下半身の2つに分かれているだけです。一方黒アリ、下の方ですね、下の方の黒アリは、頭、胸、お尻というように、3つに分かれています。この違いだけでも、全く違う生き物であるということが、見て取れるとそのように思います。これが先ほど来言っております上アリ、大アリになる羽アリの映像です。羽の生えているものが羽アリです。これは新しい巣を作るために4月の下旬から6月ぐらいに飛び立っていきます。ヤマトシロアリは風の強くない晴れた日の昼間、イエシロアリは夕方、これが新しい女王アリ、大アリになって、新たな巣を作っていくということです。ちなみにこの羽アリが飛び立つ映像も次にありますので、見てもらいます。かなり気持ち悪いですね。はい、これもシロアリが基本的に人目を嫌って、活動するんですけれども、この羽アリの軍飛、飛び立つこの時だけは、人前に姿を現す、そういったものになっております。映像で見にくいか分かりませんけれども、チラチラしているのが羽アリが大量に飛び立っている映像であります。私のパートではですね、シロアリの被害についてということで、まずは質問から入らせていただきます。すみません、司会の黒住さん、ご協力いいですか。で、あと、黒住さんも何か気になることがあったら声かけてください。はい、わかりました。それでは質問どんどんしていきたいと思いますのでお願いいたします。はい、お願いします。じゃあまず、シロアリの被害を受けたら、どんな風になると思いますか。普通に考えて、シロアリっていうとお家の木をボロボロにしてしまうみたいなイメージだと思うんですが、はい、かなり優等生な回答でありがとうございます。そうですね、大体皆さんお家をボロボロにするとかそういうふうなイメージを持たれている方が非常に多いのかなと思います。で、今回私もですね、改めてシロアリの被害について、考えてみました。特徴3つ挙げたいと思います。はい、1つ目、建物の耐久性や機能性が低下するということです。シロアリの被害を受けてしまいますと柱なんかやられてしまいます。そうすると柱の内部がスカスカになるんですね。で、指で押しても
穴が開くぐらいボロボロになってしまいます。こちらの画像を見てください。はい、これもザ・シロアリの被害っていう感じですね。はい、もうかなりボロボロですね。そうですね。で、黒住さんおっしゃったようにボロボロっていう言葉、あと住むことができるのかなみたいな。そうですね、はい、もうなんかかなり弱くなっているような風に見えますね。はい、まさにそういう、光景だと思います。で、この現場はもうシロアリ被害としては、かなり、やられている現場になるので、もう耐久性もほとんどないに等しいかなと思われます。はい、じゃあ問題になるのは木造住宅だけなのかと言いますと、そういうわけじゃないんですね。はい、マンションとか、あと鉄骨造、そういったところでも被害を受けてしまいます。はい、こちらの現場、マンションの修繕工事を行っている現場なんですが、はい、この部分、下地の部分がシロアリの被害を受けています。はい、もともと修繕工事をする理由としては、フローリングがきしんでたからなんですね。で、やっぱり解体をして中身を確認すると、このように被害を受けてたという現場です。先ほど来からですね、シロアリの、生態、そして被害等を見ていただきまして、住宅、例えば住宅でも、木質系、あとは鉄骨系、そしてコンクリート系ありましたけど、全ての建物にシロアリは侵入するんだ、そしてシロアリの被害はあるんだということはなんとなくお分かりいただいたかなと思います。ただシロアリの防除って言いますとですね、非常にいろんな方法がございます。例えば、シロアリには種類がございます。そしてその他に状況やその場所、そして大切なのがどういう目的において防除を行っていくかということになると思います。これがですね、床下の写真ってことになるんですが、シロアリ、体が3ミリで頭1ミリぐらいってことで、先ほどから小さな隙間があれば侵入しますよって言ったんですが、下の分、コンクリートになってる、これが最近は非常に多くなってます。立ち上がりの基礎、この部分ですね、この部分に小さな隙間がある可能性が十分あるんです。そのために処理を行っているということになります。床下っていろんな形で隙間っていうのがございます。例えばこれはお風呂です。ユニットバスが最近は主体になっております。これも湿気対策の一つだと思いますが、実は必ず排水管ってあるんですね。その排水管の周り、実はこの排水管ってこのコンクリートの下を貫通して下の土まで行ってます。ですから非常に、侵入、あるケースが、危険がありますので、必ず処理をしていくということになります。私はですね、シロアリ予防と CO2、二酸化炭素、それからシロアリの貢献ですね、それについてちょっと勉強していきたいと思います。本日はですね、これまでシロアリの生態、それから被害防除ということでお話をスライドを通してご説明いたしました。結局シロアリの生息地をまず考えてみますと、当然もともと自然界で生きてたわけですよね、シロアリっていうのはですね。ところが人間界のということが人間界ということで、そこでは住宅を建ててしまった。でそうしますと、もともといたシロアリもですね、住宅たくさんこれ餌があるぞということで、どうしてもこの住宅を食べてしまう。それは仕方ない。こういった関係が図で、表すとこんな関係性になるのかなというふうに考えました。でそういう中で人間の知恵としまして、シロアリ予防ですね、住宅をできるだけ長持ちさせようと。住宅を長持ちさせれば、先ほど触れたように、そこで炭素をですね、長く貯蔵することができるわけですよね。ですからシロアリ予防することによって炭素をより長くそこでとどまらす、そういった活動になるのかというふうに考えます。で結果としまして、二酸化炭素の排出を抑制することができるんじゃないかという流れですね。結局自然界のシロアリっていうのも非常に大事ですし、我々のその住んでる住宅も大事にしなきゃいけない。やはりこのテーマであるシロアリとの共存っていうのがやっぱりこれはなくてはならない、ポイントなのかなと思いますし、その辺を
今後もですね、我々としては考えながら、シロアリ防除、シロアリ予防ということを、これからもですね続けていかなければいけないというふうに考えております。